にちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。この動画は年末年始に行ったイスタンブールの一人旅行の2日目の動画なのだ。概要欄に1日目、3日目の旅行動画もあるからよろしくね。イスタンブール一人旅行の2日目、日付は2024年12月31日の大晦日なのだ。この日は快晴で観光日和だったわね。今は朝の9時なのだ。僕たちはユニカプ駅から地下鉄2号線でハリッチ駅に向かうのだ。乗車時間は10分もかからなかったわね。この駅のすごいところは川の真ん中に駅があるのだ。地上の駅に地下鉄駅があるのは珍しくないけど、川の上に駅があるのはなかなかすごいわね。この橋があるおかげで北の新市街と南の旧市街へ歩くことができるのだ。ちなみにこの駅は2014年にできて、構想は1960年代からあったのよ。それでこれからどこに向かうのかしら？路面電車に乗ってエネル駅に向かうのだ。これから英語のガイドツアーに参加するのだ。昨日のトルココーヒーのワークショップも英語だったのに本当に大丈夫なの？ここでも雰囲気で分かったふりをすればいいのだ。そのメンタリティはさすがね。道中には寒い中、猫ちゃんもいて可愛かったのだ。イスタンブールの猫ちゃんは人懐っこくていいわね。ツアー開始時間が10時半で今の時間は9時40分なのだ。お腹が空いたので朝食をとるのだ。そして注文したのはトルコ風のピザであるピデとバクラブはトルコ茶を頼んだわよ。気になるピデはチーズだけのトッピングにしたのだ。確かに朝からがっつりは後に響くからね。生地はもっちりしていてチーズは濃厚で美味しいのだ。あまり脂っこくなくてよかったわ。続いてはバクラブアなのだ。ピロ生地にシロップがしっかり効いたトルコを代表するお菓子ね。これはガツンとくる甘さなのだ。ガツンとくる甘さという表現するぐらい本当に甘かったわ。でもトルコ茶を一口飲むと舌がすっきりして甘さにしつこさがなくてパクパク食べられるのだ。トルコ茶は独特の苦味もないし脂っこい料理やスイーツにも合う万能茶だと思うわ。ちなみに全ての金額が550リラで日本円に換算すると2400円だから割高だったのだ。場所も観光客向けだったのがあったわね。でもフォローするならピデもバクラブアも抜かりなく美味しかったし接客もとても良かったわ。ということで団体ツアーをスタートするのだ。この団体ツアーにアジア人1人しかいないじゃない。ガチガチのアウェー感がすごいのだ。そんなこと言ってるけどツアーは平和に行われたから安心してね。それでは初めの訪問地であるコンスタンティノープル総主教庁に行くのだ。入場料は無料だけど多くの観光客や団体客がいたわね。ちなみにビップも来ていて入場制限があったのも要因だったのだ。場所はイスタンブールだけど未だにコンスタンティノープルという地名が使われているのね。歴史の重みや長さを感じられるのだ。続いては虹の階段という観光スポットに行くのだ。とても人が多いわね。年末年始で人が多いし虹の階段も上手に撮れなかったのだ。この階段は塗装されたのは2013年で定年退職を迎えた林業作業員とその義理の息子の2人で塗り上げた階段なのよ。意外と最近なのだ。まあしかし人が多いわね。近くには住居もあるし住んでいる人は大変だと思うのだ。続いてはこちらの建物なのだ。ここはものすごい急斜面だったわね。これはハナールギリシャ正教会カレッジなのだ。要は学校で日本に置き換えると高校にあたるのよ。ただここは説明が難しくて簡単に言ってしまえばトルコの外国人学校ね。名前の通りギリシャ正教会の学校だからギリシャ語メインで授業があるのだ。この学校は1454年に建てられてその特徴的な外観から
ハリー・ポッターの学校みたいと人気を集め入学希望者が増加したエピソードもあるのよ。続いては色とりどりの住居なのだ。とても綺麗なのは伝わるけど、住民が住んでいるのよね。確かに近所に観光客がうろうろしていたら困るのだ。空き地にはタバコやお酒を飲んでいる観光客もいたから、こういうのを見ると考えものね。ちなみにここ一帯は昔ユダヤ人コミュニティがあったとされているわ。トルコでユダヤ人コミュニティは少し違和感があるのだ。それは今の時代という視点で見ればわからなくもないけど、1492年のスペイン異端審問後にイスタンブールに避難したユダヤ人を保護したのがこの地区のきっかけとなっているの。最後のガイドはイジリスキー分正教会なのだ。この教会はブルガリア正教会として1849年に建てられたのよ。イスタンブールには隣国の正教会がいっぱいあって多様性に富んでいるのだ。もともとここには木造建てのブルガリア正教会があったんだけど、火事によって全焼してしまったの。それはかわいそうなのだ。今私たちが見ている教会の原型となっている教会が1898年に同じ場所に骨組みは鋼でできて金属板で覆われた教会が再建されたわ。さらにバージョンアップされたのだ。そして2011年にトルコとブルガリアの官民一体の協力によって今ある聖スティーブン正教会の改修工事を2018年にしていたの。改修工事には防煙性の高い素材を使っているのだ。ということで路面電車を乗り継いでカバタシー駅に下車してイスタンブール海事博物館に行くのだ。イスタンブールは地下鉄以外にもトラムもあるから移動が簡単にできるわね。乗り方も簡単で現地の交通系 IC カードをトラムの改札にタッチすればいいのだ。ということで駅から歩いて15分でイスタンブール海事博物館に着いたのだ。2024年12月6日に秋篠宮ご夫妻がトルコ訪問した際に同博物館に訪れている場所よ。先にネタバレするけどこの博物館内にはエルトゥールル号に関する展示物もあるのだ。それはおいおい説明するとして、館内に入るとすぐに大きなガレー船があるのよ。ちなみにガレー船とは貝で進む船なのだ。大きい手漕ぎボートと言ってもいいわ。この船はタリヒ・カドゥルガという名前で現存する世界最古のガレー船なの。そしてこの船はオスマン帝国の君主であるスルタンが帝国内の沿岸水域を移動するために使われたそうよ。16世紀後半に作られたのではないかと言われてるけどまだ詳しい製造年は分かっていないのだ。そして船の長さは40メートルで114人の漕ぎ手が必要だったとされているわ。漕ぎ手の連携プレーがすごそうなのだ。確かに進んだり止まったり曲がったりするのに声かけや合図のミスは命取りだったかもしれないわ。そして博物館の2階にはエルトゥールル号遭難事件の展示物があるのだ。1890年に当時のオスマン帝国の軍艦であるエルトゥールル号が横浜港からイスタンブールの帰路へ着く時に和歌山県の串本で岩礁にぶつかって沈没してしまったの。この事故では656人中69人のトルコ人が救助されたのだ。それだけの事故の規模の大きさを物語っているわね。そして串本の現地の人の手厚い看病と支援もあったの。そして事故から20日後には東京から戦艦のキエーと本号の2隻がイスタンブールへトルコ人を移送したのだ。続いてはイスタンブール海事博物館から歩いて15分の場所にあるサッカークラブのビシクタシのスタジアムに着いたのだ。サッカーはトルコで一番人気のスポーツで今訪れているサッカークラブは1903年に創立されたの。馬歴に置き換えると明治36年に創立されたのだ。それでここには何が見れるのかしら。ここではスタジアムツアーやクラブの博物館を見回ってくるのだ。試合は見なかったの？もちろん見たかったけど年末年始のオフだから試合がなかったのだ。スタジアムツアーでは選手が使用しているロッカールームの見学から始めるのだ。ロッカールームとはいえ綺麗な部屋ね。サッカーの詳しい人なら知っていると思うけどベシクタシにはイタリア代表のインモービレが在籍しているのだ。規模が大きいクラブだと有名なストライカーも獲得できるのね。続いては記者会見の部屋に来たのだ。
試合前後の会見や選手の入団会見で使われているとのことよ。続いてはピッチの近くまで来たのだ。陸上トラックがないということはサッカー専用のスタジアムなのね。とても距離が近くて臨場感があるのだ。ちなみにいい座席だとモニターや USB 接続などがついているのだ。イヤホンもあるから実際の試合を見ながら実況を聞いて何が起きているのかが分かりやすくなるわね。そしてまたスタジアムの中に入っていくのだ。ここにはホンダの車が置いてあるわね。どうやらスポンサー契約をしてるからなのだ。ここに来て我が国の日本車を見るのは誇らしいわね。急な路線変更はよろしくないのだ。とはいえここにはいっぱいのトロフィーがあるわね。歴史があるだけじゃなくてリーグ戦優勝は戦後から数えて16回、カップ戦は10回も優勝しているのだ。過去10年のリーグ優勝回数を見ると3回も優勝しているのね。ということでベシクタシのスタジアムツアーは終了なのだ。おおよそ30分くらいのツアーだったわね。ということで今は17時なのでお昼ご飯メニューご飯にするのだ。またイスタンブール海事博物館の近くに戻る感じでピラフ専門店に来たわよ。お米が食べられるということでやってきたのだ。ここは Google マップでもかなりの高評価だから期待できそうね。ということで料理が届いたのだ。ピラフに豆のスープ。この白いスープは何かしら？これはジュジャックという名前でヨーグルトとキュウリの入ったソースなのだ。ヨーグルトの酸味と塩気が効いていてピラフと食べると美味しいのだ。例えると山形の郷土料理であるだしにヨーグルトをミックスさせた料理に近いわね。最初は違和感があったけど舌が慣れてくるととても美味しいのだ。それで肝心のピラフの感想は？これもとても美味しくてお米はジャポニカ米ではないけど変な臭みや食感もなく日本人好みのご飯の仕上がりなのだ。ちなみにこれは豆なのかしら？それともお肉？これは豆でもともと頼んだのが一般的なピラフを注文したのだ。お肉は乗っていなかったけどほんのりバターと香辛料の香りが鼻に抜けて美味しかったのだ。今日は大晦日ということで年越し花火があるから早めにホテルに戻って休むのだ。ちょうどエジプシャンバザールがあるから寄っていきましょう。よく観光マップで紹介されている場所なのだ。バザール内には様々なテナントが入っていて場所によっては線香のような香りや甘い香り、スパイシーな香りが漂って買わなくても五感で楽しめる場所だったわ。ちなみにここでは僕の刺さるものがなかったのでお買い物はしなかったのだ。ホテルで少し休んだからアジア側のウスキュダルに行くのだ。マルマライというヨーロッパ側とアジア側を結ぶ海峡鉄道に乗るんだけどボスポラス海峡間のトンネルを掘ったのが大成建設なのよ。この海峡トンネル構想自体は1860年代にオスマン帝国が設計図を描いて以降何度か計画は上がっていたのだ。出来上がるまでの150年間は技術的政治的な問題から着工には移せなかったの。2013年の10月29日に海峡鉄道が開通したんだけど8年をかけて完成したのだ。完成するまでに掘削作業でビザンツ帝国の遺跡が出土されて工事よりも遺跡研究に重点を置いた結果完成に2年近い時間をかけたの。これに関しては致し方ないと思うのだ。ちなみに全長は1387メートルで最新は海面下60メートルもあるの。距離よりも海面下60メートルと聞くとかなりの大工事だと理解できるのだ。ということでウスキュダル駅に着いたのだ。海峡に乗っている時間は4分だけですぐだったわね。海峡鉄道ができるまでは対岸を船で30分近くかけて往来していたのだ。そういった意味でイスタンブールの交通の便が良くなったことでビジネスや観光にも好影響を与えているわよ。それでアジア側のウスキュダルに着いたけど何するの？ここでは90分くらいぶらついて22時半になったらホテルに戻って近くの公園に行って年越し花火を楽しむのだ。なるほどね。もうみんなが年越しの備えをしているわね。でもさすがに寒いからどこかお店の中に入りたいのだ。ここに軽食が済ませそうな場所があるから入ってみましょう。ということで念願のサバサンドを食べるのだ。イスタンブールといえばサバサンドが有名と聞くわね。日本で下調べしたら
イスタンブールに来たら食べてほしいと書いてあるぐらい人気なのだ。サバサンドはフランスパンでサンドされているのね。主役のサバと玉ねぎや人参などのシャキシャキ野菜が入っているのだ。はじめにフランスパン特有の硬い食感からシャキシャキの野菜、そして柔らかいサバの三重奏の食感を楽しめるわよ。ということでウスキュダル駅を川沿いに南下して乙女の塔まで歩いていくのだ。道中では露店もあって年越しの雰囲気が出ていたわ。僕的に驚いたのが灯籠飛ばしだったのだ。とても綺麗なのはわかるけど、これはどういう意味なのか気になるわね。調べてみたんだけど宗教の関係なのか、それともイスタンブールの独自の文化なのかはわからなかったのだ。東アジアや東南アジアでも宗教的な理由で灯籠流しやランタンを飛ばす行事は聞いたことあるけど、トルコで見るのは新鮮ね。ということであそこに見えるのが乙女の塔なのだ。海岸から200メートル離れた場所にある小さな島なのね。歴史は古くて1110年にビザンチン皇帝アレクシウス・コムネヌスは石垣で保護された木造の塔をここに建設したのだ。この塔は税関所や検疫所など時代の移り変わりで役割が変わっているのよ。1000年近い歴史を持つ塔を近くで見えるのはすごいのだ。ということで一旦ホテルに戻ってから防寒対策をして海辺の公園に向かうのだ。ホテルの人から穴場スポットがあるということで、その公園に行ってみたわよ。最悪何も見えなかったらすぐにホテルに向かって寝ればよいのだ。ここがおすすめと言われた公園の場所ね。ホテルから歩いて15分くらいだったのだ。ベンチもあるし人気も少なくていいわね。ついに花火が打ち上がったのだ。遠目だけど十分に年越し花火を楽しめる場所ね。ついでに年越しラブポーズも見えたのだ。こういうのは素敵な光景ね。ちなみに日本とトルコは6時間の時差があるから、日本は朝の6時でトルコは0時を回ったところなのだ。それじゃそろそろホテルに戻って寝るとしましょう。ちなみに今いる場所は日の出スポットとしても有名だから6時間後に同じ場所に来ているのだ。それはイスタンブール旅行動画のパート2で扱っているわ。ということで今回の動画でおしまいにするのだ。次回の動画は概要欄を見てほしいのだ。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。次回作もよろしくなのだ。